俺がかっこ悪いとかもう1ミリも出すなよって思うわけですよ。ザ・クラブが崩壊したって言われたじゃないですか、あれ本当は俺別に崩壊だと思ってなくて、いや俺も人間だからちょっと普通にちょっとムカついた部分はあります。4月のザ・クラブ大阪ナンバーワン輝いたのはこの男。じゃあお疲れ様でした。早い相変わらず。すみません、じゃあ俺行っちゃいますよ。やばい、これは幸せなやつじゃないですか。ああ、すごい。すごいですね。いやでも大阪になんか3日4日とかいるじゃん。家とお店なんだ基本。知り合いもそんないないし、こっち。そうなんだ。ジムとかはどうしてるの？ジム家にあるんで。あ、大阪の家に？はい。でサウナもあるし。そんなのもあったな。でもやっぱね、締め日後の焼肉がうまいな。やっぱ何よ、締め日は気になる。気になりますよ。なんかもうホスト興味ないでしょとか売り上げどうでもいいでしょとか言われるんですけど、ホスト業界に対しては異様な執着心が、ね、まだあるんですよね。負けたくねえなとか。なんか今日も本当は東京で美容の会社の商談あって、でその商談会3日間やったんですけど、3日で1億とか上がるんですよ。額で言ったらやっぱその規模感はやっぱ昼間の授業の方が大きかったりするんですけど、なんか説明できないけどやっぱ負けたくないんだろうな、この世界で。負けたくないのって、まあ、めちゃくちゃ現実の話、売上順に言ったらローランドグループって日本で多分10位も入らないでしょ、いわゆる店の数的規模的には。っていうことは当分日本でトップになるのは難しいじゃん。いや規模感じゃなくて質で化したいなっていうのがあるんで、何十店舗の出店は多分まあ現実的じゃないけどそもそもできないと思ってるんですけど、純粋にできてるところすごいなと思いますし、まあ、質の部分だったら俺別に負ける気 しないんですよ。ブラウンさんのこのストーリーとか見てたら、今回も大阪店、東京店、案件に1億円超えましたみたいな書いてるじゃん。この1億円超えてる店ってどのぐらいあるんですか？それで多分上位 5% だと思いますよ。なるほどね。でまあ例えば1000万の店が30個あったら、グループ合算は3億じゃないですか。って考えると、まあ、グループ合算だと多分大手さんには絶対勝てないですけど、まあ、1店舗1店舗のクオリティで、まあ、だから勝負したいなっていうのもありますし、やっぱいっぱい出して俺の美学が浸透するとも思ってないんで、いっぱい店舗出すことに関してはあんまり僕の理想ではないっていう。ユミトとの関係性はどうですか？自分は黒崎派閥でよかったなっていうのはありますね。まず俺に意見だったらまず俺に言ってくれ。今後昇格興味ないかもしれないけど俺からしたら結構取締役はでかい。いや自分は本当に興味ないですね。なんかあの件あってよかったなと思ってますよね。なんかより近い距離で喋れるようになったなっていうのと、あいつに俺が思ってるこの理想のゴールはこれだよっていうのを現場でも見せられてなかったし、別にプライベートで飯って言ったこともあんまないんで、そういう話をしたこともなかったし、実際そこで働かせればなんかこれがローランドやりたかったことかって分かるじゃないですか。で今あいつが頑張ってくれてるのは多分俺のその理想がこういうことやりたかったんだなって、まあ、数ヶ月働く中で分かってくれたのと、意外とローランドが言ってた理想って悪くないなってきっと彼が思ってくれてるから頑張ってくれてると思うんで、口で言うよりもやっぱ実際に
現物を見せる方が早いなっていう、それが伝わってくれたんだったら嬉しい。ユミトはちょっと言いたいことがいろいろあって、実はユミトと差し飲みしたじゃん、僕が。あ、してましたね。はい、見ましたね。はい。社長は当然来てなかったと思いますけど、あんま営業中いなかったと思いますけど、あんまり社長はそもそもシック知らないんじゃないですか。ユミトさん、これはめっちゃ難しい。言いたいことが山ほどあるわ。でもシックっていう名前もローランドが決めたってことは知ってるんですよね。あ、それ知らないですね。あ、それ知らないの？知らない。地区の命名も俺だしっていう、この自分の本音を言わないのは、あれはわざと、本当あの日ユミトと動画ではあそこまで出してて、その後にもぶっちゃけ2時間3時間ぐらい飲んでるんですよ。もう超ベロベロな朝まで飲んで。いや違う、それは俺自分で言ったら絶対信憑性がないから第三者に言わせる会話だと思ってて、それを俺が黒崎さんといい関係だと黒崎さんが言ってくれてたんですよ。出たいわけじゃなくて出ることによってメリットあるでしょと、これで初回来てるでしょ、お前の指名って何できっかけで来たのっていう会話をすれば、みんなが納得するじゃないですか。で俺がこれを言ったら、変な空気になるじゃないですか。俺がテレビ出てるのは、お前らのお客様のためだよって言ったとしても、やっぱ輝いてる姿見たら輝きたい子がホストやるから羨ましいなになるわけよ。でも第三者が客観的に君たちの指名が来た理由を一回考えてみようと。じゃあ俺がユミトにそれ伝えたのはナイスアシスト。一回抱きしめてあげるからそう俺が俺がユミトにそれ言ったところで、だってテレビに出た側の苦労なんて分かんないじゃないですか。だって芸人さんに囲まれていろんなアドリブが来る中でそこで結果出さないといけないし、キャラクター的にもなんかちょっと何でもできる風で認識されてるから、なんかやっぱ完璧でいなきゃいけないしとか、年末のお正月のねサッカーの番組出る前とか、やっぱホスト界の代表としてるんだかっこいいとこ見せられないなと思って、なんかちょっと体作るためになんかサッカーね練習したりとか、そんなことを彼らは知らなくて、ただ単にキャーキャー言われて、なんかあいつだけ羨ましいなって、そんな当事者が「いや俺お前たちのためにやってんだよね」って言ったら、そんなねじゃあもう超スルーパス。超スルーパーそんな甘くねえからな芸能界なんて。だからほんと孫さんがもうちょい見た目が良かったら普通にホスト部門のなんか役員にしたかったけどあまりにも見た目が汚ねえから。使えるかどうかわかんないですけど、そういうふうに俺と差し飲みした後に結局ユミトが戻ったじゃん。でユミトが移籍しようとしてた移籍先のオイル屋さんから連絡来たんですよ。あなたの差し飲みの時に何言ったんですかみたいな。俺がロヤさんに言いたい悩みは、めっちゃディレクターなのに結局あまりに知りすぎていろんなことをカメラない時にもいろんなこと言ってしまう自分がいるっていう。でもなんかそれはローランドショー見てて思うのが、ローランドショーってついてるから俺がかっこ悪いとかでも1ミリも出すなよって思うわけですよ。でも孫さんがやっぱこうそこをズケズケ取ってくるじゃないですか。で俺それで結構なんかなんでこんなとこ撮ってるとか、親も見るんだぞとか思う時あるんですけど、なんか良くも悪くも別になんか俺の完全なる味方ではなくて、ただの正直な部外者ね。一カメラマンっていう立場でもあるじゃないですか。なんかそういう人が言うから、逆にそういう人じゃなかったらあんま響かないのかなって。有志ってやっぱあくまでもいつも俺のこと考えてくれてるし、やっぱ彼も会社の一員だし、別に部外者っていうよりも仲間で家族みたいなもんじゃないですか。良くも悪くもそのダサいところとか撮ってるところがなんか一個の説得力になってんのかなっていうのは、左から撮ってほしいよ。漏れでいくけど撮んねえとか思うんだけど、あんまり最初はそんなこと言ってましたけど、もうこだわりもなくなってきて慣れてきたけど、よくよく考えたらなんで俺のね授業うまくいってないベラノってのなんかあんなオペレーションのミスとか
まあ、数字伸びるのは分かるけど普通取んないでしょ。なんかローランド賞ですよ。思ったけどなんかイミトの件とかを総合的に考えたらやっぱああいうのを隠していいとこだけ切り取ってたら多分ユミトもまだ孫さんがなんかローランドの味方してるだけだなってなってた気がするんで、まあ、良くも悪くもですよね。視聴者のみんなもなんか多分俺が変な嘘つかないの分かってるから、ダメな時ダメって言うじゃないですか。この授業うまくいかないんですとか、そこの信憑性が出てくるのは、まあ、孫さんだからなのかデリカシーないから良くも悪くも。だからデリカシーない人間が味方するんだから相当本当なんだなっていうのは多分あるんだと思う。ユミトに刺さった多分。なんか今後もなんかまあうざい時もあるけどそのままでいいのかなっていうのはありますよね。自分が採用に携わらなくなって本当よくわかんないやつがまあ増えたんですよ。理想のホストクラブ作りたくて作ったのになんでこんなよくわかんないやついるんだろう。崩壊はそいつらが入ってきたことが崩壊であって辞めたのはもう断捨離だと思ってたんで正直言うとしっかり捨てましたね。